Hello， 大家，40岁前想要达成的10件事第10集。上一集呀，庆思和小雀这2颗好不容易越来越靠近的心，却在某一次周末的时候，因为被同事田中撞破的关系而再次疏远了。我们就赶快来看看他们的关系还能不能重建。哎呦，傷の治りが遅い。もし俺がそうだとしても東條さんはないわ。哎呦，这句话还是伤到小雀了，又把自己更封闭了。庆思，我看电话那头的庆思，应该状态不会比小雀好到哪里去。哦，你还是身材高挑的，靠着电线杆。一人がいいんだよ。哎呦，其实庆思何尝不是被小雀的话伤到呢？今天也没有列表事项。いよいよ迫ってきました。クリスマス商戦。みんな大変だと思うけど。他的列表期限要到了。好吧，你工作忙一点也好，忘却这些伤口吧。オフィスの方運んじゃってもらっていいかな。気をつけてね。東條さん改めてすげえわ。年末進行さらに前倒しするって。只有庆思知道小雀为什么这样。ちゃんと食わねえと年末乗り切れねえぞ。これ好きだろ。离了庆思都吃不下饭了啊！なんで知ってんだよ。今週末空いてる？啊？え？俺んち来ない？これはいいけど奥さんとかさ。王木没帮我。米さん、ここの同窓会で1日いなくて。算盘打得很响哦，要拜托小雀帮你带女儿。さないって俺できる。すずめよ。大阪、さっき帰ったよな。俺に借りあるよな。你不要这样子突然搂着一个 gay 啦。わかったよ。ありがとな、黒木。哦，他叫黑木。好，我应该是记住他的名字了。其实他每次都在很关键的节点出现哦，然后每次都可以推小雀一把。啊？すずめ、何やってんだ門の前で。いや何やってんだって。こんにちは。こんにちは。看你太可愛了，都不叫叔叔了，跟爸爸一样不客气的。長女のさくら。哦，で、葵です。すみれ。すずめ。哦，3个女儿的个性很鲜明哦。ガスが切れてたんだわ。買ったと思ったんだけど、こいつお願いします。はい。这女儿这么大了，一定要抱着吗？あ、いや俺にできるか。いてくれりゃいいから。ちょっとね、お父さんね、ガス買ってくるから、すずめさんとお留守番してってね。はい。20、30分あれば。好尴尬，我已经开始尴尬了。ああ、ごめんごめんごめん。我就说吧，各做各的事。すびれのままごとが始まるかもよ。ままごと。あ、クッキーありがとうございます。いえ。这么难得哦，居然没有在科技冷漠。え、嘘でしょ？ああ、そうデリシャスプリーズギブミーモアキャロット。すずめさんウケる。おままごとうまいね。子供いんの？結婚もしてません。じゃあすみれと結婚する？それ誰にでも言ってるから答えなくて大丈夫。そうだ。很酷哦。そっか。すずめさん本当に結婚してないの？パパの友達って全員結婚してて子供もいるのにな。没想到有一天会被一个小孩施加结婚压力。私も結婚とか出産とか興味ないタイプなの。跟你聊这个话题会不会有点太奇怪？俺からすると賑やかで素敵だなって思うけどね。じゃあすずめさんはずっと一人で生きていくって決めたわけじゃない？そうだね。俺の場合はなんとなく。这大女儿到底几岁呀？怎么在聊这么深入的话题？一人の生活も楽しいし、自分の部屋をさ、好きなものでブワーって埋め尽くしたりとか。じゃあすずめさんはそういうフィギュアとか好きなタイプ？
啊，这大女儿看人也太准了吧！そのコースね、結構難しいよね。惜しいね。もしかしてできる系？对啊，ゲーム誌は全部通ってきてます。哇塞！终于有一件他擅长的事了。勝負じゃない？哦，这个画面好鲜艳，真的好像那个他们游戏的广告哦。ただいま。うわーすごい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 。没有人要理爸爸。焼いたら来るのかな？大丈夫だった？ありがとう。又在给我深夜放毒どれく。らいの頻度でやってんのよ？週は一？本当に？哇，那这样为什么会瓦斯没有啊？だってこれからお肉焼けるっていうから持ってなくていいの？これこれいいじゃんいいじゃんいいじゃん。さすがスズメ。对呀、很会跟小女生相处哦。肉食べたら次野菜な。肉、野菜、タンパク質、ビタミン、ミネラルね。なんかいい休日だな。他每周都要重复一遍这个贯口吗？スズメもどんどん食べないと後半戦持たねえぞ。すみれが後でスズメと鬼ごっこやりたいって言ってた。这个一定要玩吗？頑張ってください。哦，还好你前一阵子有跟庆之一起去锻炼体力，好可爱哦。お疲れ。哦，累到睡着了。すみれちゃん、な子供の体力すげえな。40超えて一気にやばいよ。マジで体力なくなってるわ。それこの間スカッシュやったらさ、腕次の日全然上がんなかった。何お前スカッシュなんかやってんの？有没有突然意识到，因为庆司让你的40岁生活稍微跟别人有点不一样子供に関しては嫁さんに感謝だわ。啊？有什么话题为什么不能光明正大的俺 take？はそうしたいって思った。そこで俺は覚悟をしたわけ。誰かを幸せにする覚悟、誰かを好きだとか一緒にいて楽しいとか、そういうことだけじゃダメだなって思った。哎呀，我就说他是来启发小雀的嘛。空元気の原因って仕事のことの他にも何かあるのか？哎呦，怎么这么好啊？原来是看他愁眉苦脸、强颜欢笑的，带他来跟自己的女儿玩一玩。何でも相談してこいよ。俺はお前の味方だから。哦，じゃあ。什么意思？太突然了吧？パパいつもその格好じゃない。那个大女儿还躲到厨房，要跟他隔开一段距离。大女儿可能就是青春期比较别扭啦，不过待在旁边也算她参与了。楽しかったよ。ありがとゲームしに来てな。う。もちろん、すみれちゃんもね。すずめさんとさ、何話して嗯，你没听到哦？た？なんか元気なかった気がして。小雀，你看你，连初次见面的小女生都在担心你。相手の人生を背負う覚悟。俺は覚悟どころか、東條さんはないわ。土壇場でひよってケイシにあんなことを言わせてしまった。虽然说最一开始是庆司先追求你的，但勝手に浮かれて。如果想要维持这个关系，你自己也得跨出一步。俺も同じなんですよね、東條さんと。たこ焼き器買いましょう。はい、どうぞ。一直以来都是庆司在靠近他哦。俺には一人で生きる覚悟も二人で生きる覚悟もなかったんだ。哎呦，すずめさん、どうしても話したくて。你就在这里等他。ごめん、帰ってくれ。小雀，待って、ちゃんと話させて。事到临头还退缩什么啦？刚刚反思那么多。俺は自分のことも何にも分かってなかった。会社以外ではもう会わない。这就是你反思后的结论吗？觉得自己配不上庆司？
哎呦，真是啊！我刚刚就觉得那个桥上的小丑有点孤单，是不是在寓意着小雀的处境？刚刚还覺得很奇怪，明明小雀好像要想通了，怎么还给他用这么孤单的镜头？原来是没想通啊！いつの間にお前のことこんなに好きになってたんだ。你可终于承认自己喜欢他了。哦，好烦哦！要让我们虐这么多集吗？要让我们难过这么久吗？本来想说这个小甜剧可能在大结局前稍微难过一下下就好了，结果从第9集一路难过到现在，问题还没解决，还要继续难过啊！不得不说，小雀这个人缘是真的很好哦。可能我们真的平时就跟着小雀的视角，都待在他那个小小的舒适区里，没有好好的看外面他周围的人是什么样子的。原来他平时在工作上面，因为他强悍的工作能力和社交能力累积下来的好人缘，如今在他遇到挫折的时候，大家都很愿意关心小雀，愿意用自己的方式帮助小雀。可是，有些事情好像真的还得是由他本人想通啊。在今天跟他们那个同事黑木的家人相处了一整天之后，小雀理解了承担责任的这个重要性，他也在黑木一家身上看到了承担责任后能够收获的幸福。本来以为这一刻会让小雀学会勇于承担，没想到好像起到反效果，让他觉得承担责任好可怕，我还是退回去好了。不得不说，跟我现在的状态有点像，某种程度上我也是因为现在还没有遇到像庆司这么好的人啦。可是小雀，你真的不把握机会吗？虽说今天的这一刻好像起到了反效果，但是我相信路都不会白走的啦。黑木一家幸福的模样已经印在小雀的心里，还有这段时间跟庆司的离别，也让他越来越想清楚庆司的感情了。我相信我们很快就会看到小雀到达那个临界点，然后就突破了。行，这一集就看到这边吧，我们下次见，拜拜。